いいね。もうこれでいいです。青い花が好きなんですよ。天然の青い花みたいなのが。生で見て一番綺麗だなと思う天然の青い花がデルフィニウム。ここに入れる。なんかちょっといびつで可愛くなりました。ビッシュっていうグループ8年やってたんですけど、8年の中でお花をいただくことが増えていって、撮影が終わる時とかドライフラワーにしてたんですけど、なんか枯れていくのがちょっと寂しくなってきて、できるだけこう綺麗なままで咲いてほしいなと思ったのがきっかけで、花瓶を買うようになって、いただいた花束を自分なりにとりあえず長生きしてくれみたいな気持ちで生き始めたのがきっかけです。かわいいガーベラ。私アイナって言うんですけど、名前生まれた時にお母さんが病院の外の景色を見たら菜の花がいっぱい咲いてたみたいでアイナっていう名前になったんですよ。かわいい。曲作ってる時にリビングで歌撮ったりするんですよ。その時にリビングにこう花が1個あると深夜でもいい香りがしてきたりして、深夜に曲書くと結構こもりがちになっちゃうんですけど、花の匂いとかで少しこう和らいだりハッピーな心の言葉が出てきたりするんですよね。なんでこう真夜中に生きてるお花が目の前にあるっていう、これが自分の表現を広げてくれます。めっちゃなんか絵を描いてるみたいじゃないですか、料理をするって。だから何でも好きなようにやって、好きな味を食べて、なんか下手でも美味しくなっても自分次第なんで楽しいです。音楽聴いてても動悸が激しくなっちゃうとか、リラックスしたい時に限ってなんかアイディアが思いついて曲を急に書き出しちゃったりとか、こうあんまりオンオフがないプライベートも仕事もなんですけど、料理は本当に下手すぎて、ただ本当に真剣にならないともうできないんで、真剣になるしかない、もう何事も忘れられるってことで、料理は息抜きみたいな感じ。友達がお家に遊びに来てご飯を作ってくれてる時にたわいない話をしてたんですけど、それがすごく大切で後で一緒に食べるご飯っていうのも一人で食べるよりも幾分も美味しくて、料理って同じものを食べてても誰かと一緒に作って食べるだけでこんなに幸せなんだって気づきました。それがコロナ前ぐらいで、そっから一人でもやるようになって、するとこう友達に教えてもらったレシピを家で作って写真撮って送ったら喜んでくれたり、なんかこういいことしかなくて、だから続けてますね。来た、ほらはい、できました。
70点ぐらいです。でもこれを食べるとカフェタイムなんですけど、私はエンハーブさんのこのハーブが好きすぎてちょっともうほぼないぐらいです。ずっと使ってます。これは柚子生姜茶でリハーサルとか寒い日とか水筒に入れて持ち歩いてます。このなんかこの大きいこのなんだろうな、使っちゃってほぼないんですけど、これがいっぱい入ってる時の出したハーブティーの時の方が美味しい気がします。なんでちょっと多めに入れてみますけど、朝早く起きて水筒にハーブティー入れて持っていけば長時間あったかい好きなお茶が飲める。寒い撮影の時も一息つけるんで、結構アイナ・ジ・エンドはあったかいハーブティー命かもしれないです。ちょっと薄いかもしれないけど、だいたい蜂蜜入れます。いつもはマヌカハニー入れてます。ハーブティーを飲むことが喉にいいと聞いて、それでライブ前に必ず飲むようになったんですね。そうするとやっぱりこう喉の中にあるいらないものみたいなのがハーブティーと流れ落ちてる感覚があって、それぐらいからですかね、いろいろ試して飲むようになりました。普段本当に全然気をつけてなくて、ファーストフードとかソファーで寝落ちするとか化粧落とさないで寝ちゃうとか、そういうことが続いてるとやっぱ心も体もすさんじゃうじゃないですか。なんでちょっとでも体にいいことしようとか、よし今日からベッドで寝ようとか、そういう習慣を作る中にハーブティーを飲むっていう工程を入れると、もっとじゃあ丁寧に生きていけそうだなとか、やる気スイッチが入るハーブティー。まず音楽です。これはベースのしょうこちゃんにもらいました。映画のパーフェクトデイズ見た時にラジカセとかカセットテープっていうのがすごいもうめちゃめちゃ好きになっちゃって、時代的にはあんまり馴染みがなかったんで、このラジカセを初めて見た時はものすごいぶち上がりました。そこからずっと聴いてます。本読書めっちゃ好きです。動物詩集、これなんていうんですかね、1日1個読めるぐらいの、コンパクトなサイズで一節一節収まってるんで、夜中に寝る前にちょっと読んで、なんか世界が少しだけ特別な気持ちになって眠れる一冊だなと思います。香り系を紹介します。香りがね命ですね。これミストやオイルとか、今日は頑張んなきゃいけないみたいな日って私はあって、今日は成功したいなみたいな、そういう時って思えば思うほどやっぱ張り詰めるじゃないですか。なんですけどこうやって手にオイル垂らして
ちょっとこう手をマッサージしてみると香りが下からこうほんわか上がってくるじゃないですか。頭と心がスンってリラックスできるこの感覚っていうのは香りからしか私はできない。なんか物を見るとか人に会うとかそういうのじゃなくても香りでしかなんだかできないですよね、リラックス。緊張しいで、緊張っていう2文字も嫌なんですよ。言うのも見るのも怖いぐらい苦手なんですけどだからこうなるべく緊張しない人生で柔らかい心で生きていきたいなと思って、そのためにリラックスグッズっていうのは手放せないです。好きなのは古着です。古着が好きです。新品の服ってちょっと硬い時あるじゃないですか。で硬い服が馴染んでいく感覚もすごく好きなんですけど、もともとこうもう誰かが着古しててこなれた感がある服を着るとちょっとこうリラックスできます。この古着これ結構パキッとしてるように見えるんですけど、着ると割と柔らかくて馴染むんです。自分がファーストアルバム出した時に渋谷にいっぱい宣伝の動画とか出してもらってとっても嬉しくて、当時お気に入りの服でその写真撮りに行こうと思ってこれ着ました。これから私ファーストアルバム出してもらえるんだなって思いながら歩いたのを覚えてます。こちらワンピースです。ちょっとニットなのに重くない、肩が凝らないワンピースなかなか出会えないんですよ。ここにこうベルトみたいになってるんでスタイルよく見えますっていう、ありがとうございますっていう感じで、こういうちょっとペラッとしたものが好きですね。ほぼガーゼみたいな、ドレスとかもシャキッとする気持ちにもなるし、所作気をつけなきゃとかいろんな心が芽生えてくるんですけど、そればっかりじゃやっぱ疲れるっていうか、たまにはもうめちゃめちゃこうスライムみたいなのをはーってしたいじゃないですか。そういう時にこう柔らかい古着っていうのは自分を助けてくれるんで、ペラペラな柔らかい服を好んでよく買います、自分では。だから着飾る日と着飾らない日、ちゃんとどっちも持った状態で表現者として生きていきたいなって。例えば赤い服を着させていただいた時はやっぱり力がみなぎってきたりして自然と表情が勇ましくなるとか、そういうファッションのおかげで自分が変化していくっていうのはすごくありますね。ファッションによって表現も全部変わるし、所作も変わってくるし、声色までが変わるような、それぐらいファッションっていうのは自分にとってとっても大きなものだなと思います。これが私の5フェイバリッツです。ご飯作ったりするのも自信ないし、お花も好きだけど自信ないし、服も好きだけど自信ないし、好きなんて好きで自信あるのはリラックスすることだけだったんで。でもこんな貴重な経験なかなかさせてもらえない、ありがたいです。